はい、こんにちは。それではパターのショートパット、特にね、打ち方の説明をしたいと思います。いろんな打ち方があるんで、どれが自分に合うかぜひ試していただきたいと思います。すでに上げた動画の中でショートパットはバックスイング2に対してフォロースルー1とかね、2対1、インパクトでこう止めるっていうね、そういうお話をしてます。で、そうは言ってもクラブが重いので、やはりこうふわっと握ってるとこうフォローが出ちゃうんですよ、重さでね。動き始めてますから、動いたものをここで止めるには結構こう力が必要ね。それで特に速いグリーン、この時期冬場とか春先ぐらいまで非常にグリーン速くなって 10.5 フィートとかあって、ほんのちょっとでも下り傾斜ですとものすごい速いですよね。そうするとどうしてもこうなぜるようなパッティングになってショートパットは入らないと思います。そうするとね、トロトロトロコツンっていうのはなかなか難しいので、下りとか横につけたら結構厳しいですね。平地かもしくは上り1度2度ぐらい、このラインはどうしても入れておきたい。そこで緩まないために、どういう打ち方をするかっていうことなんですけど、2通りね、紹介します。まずは打った後にこうヘッドを引く。打ったと思ったらヘッドを引く、ヘッドを引く、これによってですね、ヘッドが出にくくなりますので、要はインパクトでこうフェースを止めたいわけですよね。インパクトでフェースを止めるために打った後にこうヘッドを引くんです。打った後にヘッドを引く、後方に引く感じです。こう打った後にこうヘッド逆側の動きをします。打ってこうね、これによってヘッドがふーっとこう流れていくというね、動きを、止められて、フォローでインパクトをビタ止め、あるいはフォローでビタ止めっていうのができると思いますので、ぜひこれやってみてください。これが一つ目。それからもう一つはですね、やはりね、なんだかんだ言ってね、私もそうなんですが、右で打ちたいんですよ。ついね、右手で打ちたいので、こうフェースがかぶっちゃいがちで、例えばね、こう右で打ってもすごくこうゆっくりこうふーっとこう打てる、こういう打ち方ができる人はいいんですけど、プレッシャーかかってくるとやっぱりここで止まってヘッドがこうかぶっちゃうのね。で左に引っ掛けるって結構多いんですよ。そこでクロスハンドにしてできるだけ右で打ってもかぶんないようにしたいんですが、なおかつね、これをね、もう90度、肘もね開けちゃいます。90度90度ぐらいのイメージで結構ここに力入れちゃいます。打った後引くような感じ、手首をもうこう肘を曲げて左の手首のところをね結構力入れちゃいます。でこう強く打つ練習しましょう。2メーターぐらいで手首をここに力入れて90度にする感じ、こっちも90度で、ちょっとね正面から見るとかっこ悪く見えるかもしれませんけど、クロスハンドで肘を曲げちゃうんです。でわざとここの手首の関節を曲げることによってそれがなんかこうロックされたような形になって動きづらくなるのね。ですから右で打ちに行っても割とその力入れてますから、かぶりにくいっていうのかな、フェースの向きがね。今もかぶったなと思ったんですけど、耐えてますで、強めに打ちましょう。強めに打ってもフェースの向きが変わらないで、それでインパクトでフォローが出ない。強めに打ってもフェースの向きが変わらないでインパクトでフォローがずーっとダラダラと出ない打ち方。この冬場のね12月から1月2月っていうのはどこのゴルフ場もグリーンが 10.5 とか出て傾斜があればねすごく速いと思うんですよ。ですけれども本来ね、アマチュアが結構多くやるゴルフ場っていうのはやはり 8.5 とか9フィートとか、あるいは傾斜があるところで上りのね1度2度のパッティングって多いと思うんです、ショートパットでね。その時に
上りとか平地でも9フィート 8.5 フィートぐらいのところはねしっかり打たないと入んないです。ですからしっかり打つっていうことを、平らなところ、ちょっと傾斜のところでしっかり打つっていうことをね日頃から練習しておかないと、いざコース行った時にちょっとなぜたような打ち方してたり、あるいは打たなきゃと思うと右手だけでパチンと打っちゃうんで、結局左サイドが緩んでフェースがかぶってね左に引っ掛けるっていうすごく多いんですよね。私の周り、私自身もたまにそういうことありますし、でそれをなくすために左サイドを割としっかり締めておいて、この一つ目は戻すっていうね、インパクトを緩まないようにして当てて戻すというやり方が一つ。それからもう一つ目は左の手首と肘を曲げちゃって90度90度にするぐらいのつもりで、ここに結構力入ってます。そうすることによってこう右でパシッとね強めに打ってってもインパクトでフェースがこうかぶらない打ち方で、これを覚えておくとショートパット 1m2m のしっかり打たなきゃって言った時にフェースがかぶらないんですよ、ね、ですからこの練習をしっかりしてぜひねショートパットを平地少し上りで強く打つ、そういった時に、自信持ってねカップの真ん中の少し右、カップの真ん中のちょっと左、そこを自信持ってね方向性を狙っていけるって、ここ大事ですよね。やっぱり私の実験でやっててもフェースの向きがすごく大事なんで、フェースが開いたりかぶったりっていう、それがもう決定的なんですよ、ショートパットで外す原因としてはね。でフェースさえそのカップの方をちゃんと向いてれば、しっかり打ちに行った時にそのフェースの向きがかぶったり開いたりしないっていうね、そこなんですよショートパットの一番のね、要っていうのね。ですから右手でパチッと打ちに行った時にもフェースの向きが変わらない打ち方、それは繰り返しになりますが、引く、インパクトで当てたら引く、それから左サイドをロックする、ロックしてグリッププレッシャーも結構強く握っちゃって大丈夫で、打ちに行った時にフェースの向きが変わらないっていうね、ここだけに集中して、ぜひね練習してもらって、すごくショートパット入れますねって自信持ってカップの真ん中、右目左目が打てるように、そうするとラインもね薄めに読んでいけるんですよ。こうふわっと打ってる人っていうのはラインをオーバーめに読んできますから、しっかり打ててる人っていうのはほとんど上りのラインはカップ外さないです。そうやって打っていけますので、その練習をしてショートパットの達人を目指して頑張ってください。はい、終わります。